皆さん、旅行に来たことはありますか？日本に旅行したことはありますか？僕は今日、旅行しています。こんにちは。OK ジャパニーズです。ちょっとね、今日はね、日本の部屋、和室からね、あのーお届けしています。和室で話しています。今日はお茶をね、飲みながらゆっくりと日本語を聞いていきましょう。あなたがね、何かお皿を洗いながら、掃除をしながら、散歩しながら、それか、学校に行くとき、仕事に行く、家族を迎えに行く、家族に会いに行く、そんな時にね、聞いて、リスニングの、ね、役に立ったらいいななんて思ってます。今日はですね、YouTube 人間についてお話しします。何ですか YouTube 人間？僕ね、YouTube をずっと見ているんです。最近ですね、画面をずっと見ている。あなたはどうですか？画面をずっと見てますか？ね。きっとあなたもね、こう、勉強をしたり、ね、日本語を聞くのが好きなんですよね。だから、YouTube で動画を見ている。ね、勉強ですから。うん。僕もね、似ていますよ。勉強が好きで、いつも何かをね、見て覚えようとしています。これ覚えるぞ、これ覚えるぞ、そうやってね、覚えようとしている。今回の旅行の目的はね、なぜ旅行に来たかというと、画面を見ない。画面を見ない。そのために来ました。僕の一日、まず、目が覚めます。すぐ YouTube。まず YouTube。ね。そして、30分ぐらい、ベッドの中にいます。30分、起きてすぐベッドの中にいます。そして、なんとか起きる。そしてご飯を作りますね。ご飯を作りながらポッドキャストを流します。今日はね、スペイン語のポッドキャストを流していました。そしてご飯ができた。そしたら、面白い YouTube を見ながら食べる。ね、最近はエンターテインメントのね、チャレンジ系 YouTube なんて見ちゃってね。あまりね、考えなくていい YouTube を見ます。その後、ご飯を食べたら、仕事に行きますね。外に出るときにヘッドホン、イヤホンをつけます。そしてイヤホンをつけて何を聞きますか？ポッドキャスト。最近はね、日本語のポッドキャストを聞いてますよ。いろんなね、日本語の先生のポッドキャストを聞いてます。最近ね、日本語の先生の知り合いが少しずつ増えてきてね、楽しいので、その方々のね、聞いてます。もちろんコラボしたしゅんさんのも聞きますし、さゆりさんのも聞きます。あとね、日本語コンテッペイ先生、ね、ゆうゆうさん、綾野さん、ね、あと春先生、ね、もういろんなの聞いて、ね、こうやって
面白いなぁなんてね、聞いているんですね。なんかね、やっぱりポッドキャスト聞いてるとね、知らない方ですよ。全然知らないけど、なんか友達のような気分になりますね。あれ、この人確かここ出身だよな、この人愛知県出身だよな、この人東京出身だよなとかね、覚えてますからね。僕だけ知ってるね。でもし初めて会った時に愛知ですよねって言ってね、なんで知ってるんですかなんて言われる、そんなことがありますね。はい、そして仕事に就きました。僕の仕事はずっとパソコンを見ます。はい。最近は、自分で仕事をしてるんですけども、動画を作りますから、動画を作る仕事もしています。だからたくさん動画を見ます。ね。そして仕事が終わった。ご飯を食べに行きますね。でご飯を食べながら、YouTube を見る。その時はね、何を見るかな。ちょっとニュース見たりとか、あとはね、その時覚えたいことね、仕事のこと調べたりなんかして、YouTube を見ます。そして家に帰ってお風呂入りますね。僕は日本人ですから湯を沸かしますよ。お湯を入れて、そこでお湯に入りますね。そこに携帯電話を持っていくんです。やばいですね。やばい。これはやばい。僕もそう思っています。そして YouTube を見る。だからね、楽しいから長く入っちゃうんですよね。お湯に。だから熱くなってきて、ちょっとのぼせちゃったりして、頭がちょっとフラフラするとか言ってね。熱くて頭がフラフラする。ね。そんなこと言いながら、髪を乾かしますね。ドライヤー僕は使います。ドライヤーするときも、YouTube をつけて、でも音で聞こえない。ドライヤーがうるさいですからね。ガー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 、ガーガーと。その時も大丈夫。字幕をオン。字幕をつければ大丈夫。そして、ようやく寝る時が来ましたね。寝る時は、お笑い芸人、コメディアンのポッドキャストを聞きながら寝ます。はい。以上僕の一日でした。やばいですよね。本当にやばいという言葉を使ってしまいますけども、危険です。これは。危ない。このままじゃいけない。どうにかしないといけない。そういうことで旅に出ました。はい。旅行することで画面を見ない。画面を見る時間を減らしたい。そういう気持ちでね、実は今静岡県にいるんですが、静岡のね、温泉の町、温泉がね有名な町です。伊東というところです。伊東という町、熱海じゃなくてね、熱海の少し先にあるんです。東京から熱海まで行く。でも熱海からさらに電車に乗って、綺麗なね、海の見える静かな町ですよ。初めて来ました。ね、こんなさ、ね、広いね、お部屋もありました。新しくはないよ。結構古い建物。でもね、畳に泊まりたかったんです。ね、畳のさ、布団でさ、ね、布団で寝る。そういうことしたかったね。これでいくらですか？ 7500 円。はい。7500円。まあ安い方です。安い。しかも
朝ごはんつきます。ね。他のところはね、1万円ぐらいするんです。1万円はちょっと高いね。1、10、100、1000万。ね。1万円。70ドルぐらいですか？ 60 ドルぐらいですか？うん。ということで、今日1日目が終わりました。1日目が終わって僕は YouTube を見たのか？見ました。ね。もちろん見てます。でも、10分ぐらいしか見てないんですね。たったの10分。素晴らしい。うん。これはいい感じですね。いい感じですよ。うん。このまま見ずに過ごしたいですね。うん。ただですよ。携帯電話はどれぐらい見ていたか。5時間。5時間見てました。スクリーンタイム5時間。なんでですか？なんでですか？なんでかというと、この宿を調べるのに2時間。うんそしてさっき海に行ったんですが、海を調べるのに20分。ね。ご飯も食べました。ご飯を調べるのに1時間。ね、これ。かかっております。スクリーンタイムが増えております。そして実はですね、今もですね、録画しながら、携帯電話でちょっと映像を見ていたんですね。自分のね、映像、声が入っているかななんてね、ちゃんと撮れてるのかなっていうふうに見ておりました。結局ですね、仕事しているんかいっていうね、やっちゃうんですね。どうしても何かをしてしまう。恐ろしい。止まらない。イノシシのような人間だ。そういうふうに思っております。自分でね。イノシシというほどかっこよくはないか。ネズミでしょうか。ネズミのような人間だ。そういうふうに思っております。皆さんどうですか？ついついね、画面を見てますか？ね、今もね。それとも音で聞いてますか？いや、音で聞くのはいいですね。耳を使えばね、目が疲れない。ね。ただ、YouTube の方は画面見てもいいんですよ。あなたは見てもいいです。ね、僕はね、たくさん見て、今日はね、見ないことにしましたけど、あなたは大丈夫。ね。大事な日本語の、インプットですからね。いや、ただね、お茶が美味しいですよ。こういうところね、泊まったことありますか？僕はね、1年に1回は泊まるかな。北海道でも泊まりました。北海道でもね、3500円。たったの3500円の宿でね、泊まりましたよ。こういう畳の部屋でね、そして優しいね、お母さんがいるんですよ。優しい宿の人がいて、お茶くれてね、お茶飲むって。で、いろんな話をしてくれて、そういう温かい旅、いいですね。いいですね。はい。明日はね、どこに行こうかなと思ってるんですけど、多分、この伊東の街を見ます。なんかね、有名な山があるらしいんですよ。緑の山で、山の上がへこんでるんですね。で、ロープウェイがある。ロープウェイで上に登れるらしい。なんか有名らしいですよ。海外の漫画に出てきたのかな？アニメに出てきたのかな？なんかたくさん人がいるって聞いてますよ。混んでるのかな？やだな、混んでたら。どうだろう。でも見たいな。迷ってます。
どうしますか？あなたなら混んでるところ行きますか？見たいけど混んでたらやめますか？ね、明日考えてみようかな。うん。ちなみにですね、今9時20分。9時20分です。いつもはね、2時ぐらい、1時ぐらいに寝るんですけど、今日はもう9時、まだ9時半。でも眠い。これはいいですね。これはいいですよね。たくさん歩きましたからね。やっぱり旅行に来たら、朝早く起きて街を歩く。早起きして街を歩く。それがいいんじゃないでしょうか。ね。それじゃあね、今日はね、これぐらいにして、ちょっと旅行をね、楽しんじゃいたいな、なんて思っております。またね、日本語のポッドキャストあるので、ぜひぜひ、見ていってくださいね。それでは、さよなら。